最近、米の値段、ちょっと高くないですか？ 5kg で2000円台だったものが、今では4000円台後半。実はこの5年で、ほぼ2倍に。でも、それって単なる物価高じゃないんです。原因は2つ。1つは、猛暑による不作。2023年の猛暑で全国的に収穫量が減りました。もう1つは、需要の増加。観光復活や防災備蓄のニーズが一気に増えたんです。つまり、出回る量は減り、欲しい人は増えている。それじゃ、値段が上がるのも当然ですよね。政府も価格を抑えるために備蓄米を市場に放出。でも、なかなか効果が出ない。その理由の一つが、出荷率。2025年5月時点で、落札された備蓄米のうち、出荷されたのはわずか 41%。しかも、2ヶ月かけてこの数字です。落札したのはほとんどが JA、農協。ですが、出荷は慎重に調整されていました。その背景には、価格への影響を懸念する声や、1年以内に同じ量を買い戻す義務がある特約も影響しています。リスクを避けるために、売り急がない。そんな構造もあるんです。そんな中、当時の農水大臣、江藤氏が講演でこう言いました。私は、米を買ったことがない。支援者からたくさんもらうので、売るほどある。この発言に、庶民感覚とのズレを感じた人が多く、SNS では批判が殺到、農政そのものへの不信や、共感のなさ、が改めて注目されるきっかけになりました。結果、江藤氏は辞任、米の話が、生活のリアル、として政治に火をつけた形です。後任の小泉進次郎大臣は、備蓄米の売却方法を、入札方式から、随意契約に変える方針を示しました。随意契約とは、価格や数量を国が指定して、特定の業者と直接交渉している方式です。価格競争ではなく、スピードと柔軟さを重視する姿勢に切り替わりつつあります。ここまで見てきたのは、米の話。でも実は、日本の暮らし自体が食費に圧迫されている、という構造があるんです。米高騰は、その一つの表れに過ぎません。食費の重さは、エンゲル係数で見えます。これは家計の中で食費が占める割合。日本は今、約 28%、アメリカやイギリスは 16% 前後、ドイツでも 18%、フランスでさえ 24%。先進国の中で、日本はトップクラスに食費が重い国なんです。賃金は長年ほぼ横ばい。一方で、食品価格はじわじわ上昇。さらに高齢化や単身世帯の増加で、外食や中食への依存が増えています。結果として、家庭の食費が膨らみやすい構造になっているんです。米が高い。それは確かに困ること。でもその背景には、生活そのものの重さがじわじわと積もってきているのかもしれません。政府も制度を変え始めていますが、この問題の本質に向き合えるのは、きっと社会全体と、私たち自身、あなたの暮らし、どう感じていますか？